あなたみたいな引きこもりの寄生虫なんて家族でも何でもないわよ。お金持ちの優香に寄生できたってだけでしょ。そうよ、この寄生虫が。文句あるなら出ていけ。カレンさんが大声で叫ぶと、義母も、それはいいわね。と言って、俺を二人でぐいぐいと玄関へと押し合っていく。やめてください。と言っても二人は止まらない。玄関の外へと押し出されてしまい、鍵をかけられてしまった。時は数ヶ月前まで遡る。俺の名前は誠一。妻の優香とは仕事の関係で知り合った。優香は俺の仕事の取引先の担当であり、密に連絡を取り合ううちに恋愛関係に発展。優香にベタ惚れな俺はそのまま結婚することができた。結婚して数年、大好きな人と家族として過ごせる幸せな日々を送っていた俺たち夫婦が引っ越しの計画を立てていた時のことだ。優香の父、つまり俺にとっての義父が亡くなった。義父は朝になっても起きてこず、心配した義母が起こしに行ったところ、すでに冷たくなっていたそうだ。安らかに眠った義父との突然の別れに、優香はとても泣いており、俺は優香の背中を撫でてやることしかできなかった。無事に葬儀が終わり、親族だけになったところで、俺たちもそろそろ帰ろうかと支度をしていると、義母が、ねえ、優香、誠一さん、と声をかけてきた。葬儀が終わったばかりで、こんな話をするのもなんだけど、私とカレンと同居することを考えてはくれないかしら。義父が亡くなり、義母はこれから優香の姉であるカレンさんと二人暮らしになる。カレンさんはよく知らないが、仕事先で揉めて退職し、現在は休職中。義母は専業主婦しかやったことがなく、外に働きに出たことがない人。今まではお父さんが働いてくれていたけど、お父さんが亡くなったら私たちの世帯収入はゼロになってしまうの。お願い。家事は私とカレンがするから一緒に暮らしてくれないかしら。急にそんなこと言われても。頼み込まれた優香が俺の方をちらっと見る。俺たちはもうすぐあるところに引っ越す予定だったが、引っ越すのなら同じこと。俺は義母もカレンさんも嫌いではなかったため、同居に異論はなかった。女二人暮らしでは不安なこともあるだろう。俺は構わないよ。引っ越し先が変わるだけだし。誠一がいいなら、私はお母さんとお姉ちゃんと同居してあげたい。それでいいかな。もちろん。と俺がうなずくと、優香は喜んだ様子で、義母とカレンさんに一緒に暮らそうと話をしに行った。義母もカレンさんもとても気を使ってくれて、ありがとう、と何度も言われてくすぐったかった。俺たちは家族なんですから、助け合って当然ですよ。そう言って同居を始めた数ヶ月後、俺はこの決断を後悔することになる。義実家は2階建ての一軒家。俺と優香は2階にあるもともと優香の部屋だった部屋を寝室にして、そこを俺の事務所にもした。俺は在宅ワークで主に仕事をしているため、事務所になる部屋がどうしても必要だった。デスクやパソコンを置くと寝室はちょっと狭くなってしまったが、優香は、仕事場なんだもん、仕方ないよ、と言って許してくれた。そんな大きな心を持った優香だったが、同居を始めて数ヶ月後には海外の転勤が決まってしまった。一時的な海外赴任であるとはいえ、優香と離れて生活しなければいけないことは寂しかった。ごめんね。やっと同居生活にも慣れてきたところだったのに。いいんだよ。お母さんとカレンさんのことは俺に任せて、優香は海外での仕事を頑張っておいで。
優香が行ってしまう日、俺は空港まで優香を送った。手を振って、行ってきますと言った優香がいない間は、俺がしっかりと義母とカレンさんを守らなければならない。そう思っていたが、空港から家に帰って驚いた。家事が何一つされていなかった。洗濯物の山も放置、ゴミも投げっぱなし。朝食べた皿ももう夕方だというのにシンクに浸かったままになっていた。え？これどうしたんですか？思わず俺が聞いてしまったのは、いつもの義母とカレンさんなら家事をテキパキとこなしてくれていたから。同居する条件だった家事は、義母とカレンさんが約束を守って今まではきちんと家事をやってくれていた。それなのに義母とカレンさんは突然家事を放棄。ソファーでくつろいで二人揃ってドラマを見ているところだった。どうしたもこうしたもないわよ。優香も出て行っちゃったし、もう私たちは家事はしませんから。義母の言葉に俺は驚いてしまう。そんな俺にカレンさんが追撃してきた。どうせ誠一さんはニートなんだから、家事くらいやってよね。給食活動もせずに自分の寝室にこもりっきりとか気味悪いのよ。いや、俺は在宅ワークの仕事で。いいから、洗い物と掃除機もまだ終わってないの。早くやってちょうだい。俺の話も聞かずに、義母が俺に家事を命じてくる。俺が半ば混乱状態のまま家事をこなすと、今度は義母とカレンさんが、お腹が空いた、夕飯はまだかと騒ぎ出した。私、特上寿司が食べたいのよね。優香は稼ぎもいいし、頼んじゃいましょうか。カレンさんの言葉に同意した義母は、特上寿司を注文し始める。もちろん、俺の分はなしで二人分のみ。俺は仕方なく、冷蔵庫の中にあるもので適当に夕飯を済ませた。突然表変した義母とカレンさんに驚きはしたが、このことを優香に相談しようとは思えなかった。優香は海外赴任したばかり。突然こんな問題が起きていることを伝えられては、優香が安心して海外の地で過ごすことができないだろう。そのため、俺は一人で義母とカレンさんのいびりに耐えながら日々を過ごしていくしかなかった。家事をすべて押し付けられ、仕事との両立に苦労しながらも数ヶ月が経過した頃、俺はクレジットカードの明細のチェックをすることにした。いつもはそんな確認も大してしないが、虫の知らせというのか。ふとそういえば生活費っていくらくらいだろうと考えた。俺と優香は義母とカレンさんが家事を引き受けると言ってくれた時にクレジットカードを1枚義母とカレンさんに預けていた。食事の用意や消耗品の買い出しも義母とカレンさんが対応してくれていたため、そのお金にと思って渡していた。だが、今は俺が買い物にも行っている。以前の生活費はどのくらいなのだろうと気になったのは、買い物を任されていたからなのだと思う。生活費の基準を知りたかっただけなのに、俺はクレジットカードの明細を見て仰天することになった。優香が海外に行ってから、俺が思っていたよりも一桁多い額が支払われるようになっていた。これだけの額が使われているなんて異常だと感じた俺は、すぐに義母とカレンさんに尋ねた。お母さん、カレンさん、クレジットカードをどこかで落としたり、なくしたりしていませんか？は？なんでよ。スマホをいじっていたカレンさんがめんどくさそうに言う。俺がクレジットカードで異常な額の買い物がされていることを説明すると、カレンさんは、ああ、それね。と、ニヤッと笑った。大丈夫大丈夫。すべて私とお母さんが使ったお金だから。え？
誠一さんにはわからないかもしれないけど、私もカレンもブランド物が大好きなのよ。期間限定のものなんかすぐに欲しくなっちゃって。優香は大企業に勤めていて、お金がたくさんあるでしょ？だから少し使ってもいいかと思ったのよ。義母もニコニコしながら非常識なことを言ってくるため、俺は思わず、は？と気の抜けた声を上げてしまった。お母さんもカレンさんもこんなにお金を使われては困りますよ。誰のお金であろうと、お金は無限にあるわけじゃないんですから。はぁ？ニートのくせに超生意気なんですけど、優香のお金を私たちがどう使おうが勝手じゃない。部外者は黙っててくれない？部外者って、俺たちは家族でしょ？家族？ぷっと吹き出して、義母が俺をあざけり笑う。あなたみたいな引きこもりの寄生虫なんて家族でもなんでもないわよ。お金持ちの優香に寄生できたってだけでしょ？そうよ、この寄生虫が。文句あるなら出て行け。カレンさんが大声で叫ぶと、義母も、それはいいわね。と言って、俺を二人でぐいぐいと玄関へと押し合っていく。やめてください。と言っても二人は止まらない。玄関の外へと押し出されてしまい、鍵をかけられてしまった俺が裸足で戸惑っていると、今度は2階から声がした。あんたの荷物も邪魔だから持って行きなさいよ。カレンさんが叫んでいるのは俺と優香の寝室にある窓から。カレンさんが窓の奥に引っ込んだかと思うと、次々と何かが窓から放り出されて地面に落下していく。一瞬何が起きているのかわからなかったが、それらはすべて俺の私物だった。やめてください。どうしてこんなひどいことするんですか？俺の問いかけも義母とカレンさんは無視。淡々と俺の荷物は外へと放り出され、大事なノートパソコンも落下して破損した。バックアップが取ってあるため、重要なデータが無事だったことは救いだったが、私物を窓から投げ捨てられ、家を追いやられた悔しさは相当なものだった。二度とこの家には帰ってこないでちょうだい。最後に窓からひょこりと顔を出した義母に、俺は、ええ、と低い声で返事をした。義母はすぐに引っ込んでいってしまったため、聞こえていなかったようだが、もう誰がこんな家に帰ってくるものか。絶対に復讐してやるからな。今まで俺は、義母もカレンさんも家族だと思っていたから我慢していた。だが、二人が俺を家族として認めてくれないのであれば、俺が尽くしたことは何の意味もなかったことになる。今まで許せていた態度も、今回私物を外に投げ出されたことで許せないものとなった。俺は投げ出された荷物の中でも必要なものだけを拾い上げて、寄付がなくなる前に引っ越す予定だったマンションの一室へと引っ越した。どうやって復讐をしてやろうかと考えていた数日後、優香から帰ってくるとの連絡が入った。俺はこの時、復讐のアイデアが浮かび、優香に義実家ではなくマンションの方に帰ってきてほしいと頼んだ。今度は義母とカレンさんに連絡をする。わざわざマンションの外に出て、マンション全体の写真を撮ってから。LINE で、新しい家はここの最上階です。ぜひ見ていただきたいので、一度来ていただけませんでしょうか。と、優香が帰ってくる日を指定して送ったのだ。絶対にすぐに食いついてくるだろうと思っていた義母とカレンさんからは、すぐに、行くという返事が来た。それは行きたいだろう。なぜなら、俺の住んでいる部屋はタワーマンションの最上階なのだから。優香が帰ってきた当日、義母とカレンさんはまんまと俺の家を訪れた。コンシェルジュがついているタワーマンションであるため、
義母とカレンさんはコンシェルジュに案内されて、俺の部屋へと来たようだ。こんな素敵な家に、あんたみたいな引きこもりニートが住んでるの？一体、どうやって？広々とした部屋を見渡した義母は、はっとした様子で俺を指さす。あなた、優香が稼いだお金でここに住んでいるんでしょ？まあ気持ち悪い。どこまでうちの娘に寄生するつもりなの？優香が買ったマンションなら、ここは実質私たちの家みたいなもんじゃない。出て行きなさいよ、寄生虫。私とお母さんがこの部屋に住んであげることにするわ。何が住んであげることにするわよ。最低ね、お母さんもお姉ちゃんも。俺を罵倒してこの家を乗っ取ろうとしていた義母とカレンさんの背後から現れたのは優香だった。どうしてここに？優香、あなた海外に行ってたのよね。帰ってきたのよ。すべて誠一から聞いたわよ。私がいなくなった途端に家事も何もやらなくなった上にお金を使いまくったんですって。義母とカレンさんがうちに訪問するよりずいぶん前に帰ってきた優香に、優香が海外赴任している間に起きたいろいろなことを話すと、優香はカンカン。隠れて様子を見ていれば実際の場面が見られるはずだと言い、優香には他の部屋で隠れて今の様子をすべて見てもらっていた。優香のお金なんだから、私たちが使ったっていいでしょ？私はあんたの姉で、お母さんは母親なのよ。関係ないわよ。それに、お姉ちゃんとお母さんが使ってたお金はすべて、誠一が稼いだお金。この家を買ったのも誠一よ。驚く義母とカレンに、優香は俺の仕事を説明してくれた。俺はブログで生計を立てており、今は企業からオウンドメディアの運営などを任されるウェブマーケティング会社の社長を務めている。何度も義母とカレンさんに伝えていたことだったが、優香に言われてようやく二人は俺が社長だということを信じてくれたらしい。今まで使い込んだお金、誠一に返しなよ。それは、とても払える額じゃないのよ。まごまごとしている義母に、優香が怒鳴ろうとするのを俺が止める。いいですよ。今までのお金はもういりませんから。二度と俺には関わらないでください。そんな。カレンさんが絶望の声を上げると、優香が追い打ちをかけた。私も、誠一にひどいことするお母さんとお姉ちゃんなんて、もう家族だとは思えない。縁は切らせてもらうから。俺と優香からの絶縁宣言に、義母とカレンさんは魂が抜けたような表情をしていた。そんな二人を家から追い出すのは大変だった。最後は泣きすがってきた二人を、俺は家族じゃないみたいなので、助ける義理もありません。と言って切り捨てると、二人はおいおいと泣いていた。俺と優香は宣言通り、義母とカレンさんと縁を切るために、LINE も電話もブロックした。すると、義母とカレンさんはアナログな手段に出た。手紙を投函するようになったのである。内容は、二人にどれだけ助けられていたか、今更になってわかりました、というようなもの。俺はもううんざりしていたが、一応優香にとっては肉親である。毎日投函される手紙にどうするかを尋ねると、優香は、自分たちで働きなさいって返事を書くよ。と言って、本当に返事を送ったようだ。その手紙が無事に届いたことを知ったのは、ある日、俺が買い物のためにマンションから出た時のこと。いきなり何者かに進路を塞がれたと思ったら、それは義母とカレンさんだった。助けてちょうだい、誠一さん。優香は私たちに働けなんて言うけど、絶対に無理なのよ。私もカレンも働けるような人間じゃないの。誠一さんが許してくれたら、優香も許してくれると思うの。だからお願い、許してください。今にも土下座しそうな勢いの二人に俺は言った。
お母さんもカレンさんも働けないわけじゃないでしょ。寄生虫みたいで気持ち悪いですよ。いい加減にやめてくださいね。次来れば警察を呼びます。淡々と告げると、義母とカレンさんは大泣きをし始めたが、俺は無視をして通り過ぎた。その後、義母とカレンさんと会うことはなかった。義母とカレンさんが住んでいた義実家は、まだローンが途中だった。ローンの支払いができなくなってしまった義母とカレンさんは、俺に接触してきてからすぐに家を手放さざるを得なくなってしまったようだ。ボロアパートに移り住み、仕方なく仕事を始めたらしいが、あまりの仕事のできなさに二人して職を転々としているらしい。借金も膨れ上がる一方で、助けてほしいという手紙が毎日のように投函されるため、俺と優香は引っ越しを決意した。また別のタワーマンションの最上階に引っ越したのだが、そこは以前のところよりランクアップしたタワーマンションであり、コンシェルジュだけでなく、ハウスキーパーまでついてくれている。リッチな生活を満喫することになった俺たちのもとに、もう義母とカレンさんからの手紙は届かなくなった。聖一、大事な報告があるの。平和な日々を送っていたある日、神妙な表情をした優香にそう声をかけられ、緊張が走る。何？と聞くと、優香は満面の笑みで俺に抱きついてきた。赤ちゃんができました。本当か？うん。なんと、優香のお腹には俺たちの赤ちゃんが宿っているという。見せてもらったエコー写真の赤ちゃんはまだまだ小さくて、それでも俺の子供なのだと思うとドキドキしてしまう。俺は優香と生まれてくる子供、本当の家族のためにこれからも尽くそうと思うのだった。